今回は京都駅にやってきました。ここを見て京都だと思う人も少ないかもしれませんが、これが京都駅です。朝なので誰もいないですけれども、ちゃんと京都ですよ。後ろには京都タワー。今回は日本で唯一の湖に浮かぶ有人島に行きたいと思います。京都からすぐ行くことができます。早速なんですが、ここからまずは JR に乗って東へ移動していきます。京都から35分、滋賀県近江八幡駅に到着しました。この辺りの観光名所が書いてあるんですが、島のことは書いてないですね。水風も止まるのかな。近江八幡といえば近江牛の本場として売り出してます。ちなみに京都駅からここまでの JR 運賃は680円でした。結構早く到着したので、ちょっと観光案内所行ってみましょうか。こういうのをいただきました。沖島散歩、近江八幡市内散策マン。近江八幡は町としてはこういう昔ながらの町並みが結構残っていて、お堀が綺麗なところとして有名です。ロープウェイもあるみたいですね。それでバスなんですけど、行き方は日本かな、こんな感じで時間書いてあって、これは船の時刻表で、下がバスの時刻表で、この近江鉄道バスが平日だけで1日2往復かな、割と少ないので時間は合わせてきた方が良さそうです。船は本数多いです。片道10分みたいですね。それでこの近江鉄道バス乗り場が長明寺線6番乗り場ということで、どこかというとこう分かりやすいですね。人がたくさんいるところ、6番乗り場です。近江八幡駅出て北側出口で左に進んでいったらあります。さて、バスに乗って新町というバス停までやってきました。なんでここで降りたかというとですね、実は違うバスに乗ってまして、僕が乗りたかったのが9時半発のバスで、それだけが港まで行くんですけれども、1本前に来てた15分前に来たバスに間違えて乗ってしまいまして、それは港まで行かないんですね。ということで結局どっかで降りないといけないということで、この次のバス停まで、歩いたらすぐなんですが、次僕が乗りたかった本命のバスが10分後に来るので、それまではね、街をちょっと歩いて次のバス停まで向かいたいと思います。もうね、降りた途端から雰囲気がすごいですよ。せっかくなのでお堀見に行きましょうか。近江八幡駅前の時刻表、こんな感じになってまして、平日9時15分発6番乗り場から同じ行き先でね、15分と30分45分とあるんですが、この今緑になってる30分発だけが沖島行きの港へ行くことができる船なんですね。観光客の方いっぱいでね、15分にみんな乗ってったんで釣られましたけど、一応しっかり観光地って感じですね。お土産屋とかお店もいっぱいあるし、景観も素晴らしいですよ。こんな感じであいにくの天気ですけれども、桜が生えています。とはいえね、そんなちんたらしてられなくて、あと10分後にバスが来るんでね、歩いていきましょうか。このお堀沿いを歩いていくことができます。ちょっと細いんでね、気をつけた方が良さそう。上の道もいいですね。もちろん本当はね、近江八幡単体でね、ゆっくり回りたいところなんですけれども、また別の機会に行きましょう。本当に素晴らしいですね。この辺りの伝統的建物、
保存地区、新町通り、小畑通りとか中心に、多分ハイライトはこの辺ですね。観光案内所から続く先に氷室八幡宮というのがあって、その先にロープウェイで山に登れるみたいです。確かに車がたくさん止まってますし、観光客の方も多そうですね。今回は行かないんですけれども、その分景色をちょっと楽しみましょう。ちょうど船が来ましたね。ああいう風に遊覧船でクルーズすることもできます。というか、それが一番の魅力なんじゃないかな、この八幡堀。あっちに乗り場がありますね。ただもうあと5分でバスが来る、バス停はその辺だと思うんですけれども、ちょっと待っておきましょう。乗り遅れると今回の企画終わりなんで。これが白雲館というものかな。観光案内所になっている建物ですが、すごい立派ですね。それでまだバス停が見つかってないんですが、あれかな、ありましたありました。ちょっと鳥居から離れたところにあります。なんかこういうちょっとした小道もいい感じの雰囲気ですね。割としっかり建物は残ってる印象です。ここですね、八幡堀大杉町バス停です。来ないですね。2分、今んとこ2分遅れです。さっき乗ったバスもね、1分2分遅れてたんで、5分以内ならいいかなという感じなんですけど、ちょっと雨も強まってきましたね。来たね。10時過ぎに堀切港に到着しました。ちなみにバスはね IC カードを使えます。駅から新町まで乗ったのが260円で、新町から堀切港まで乗ったのが670円、足して930円なんですけれども、これちょっと割高で、駅から直接ここまで1本で来ればですね、760円です。ちなみに駅からここまでバスに乗るとだいたい30分です。今回は定刻よりは4分ぐらい遅れてましたけれども、交通量は多くないので、その程度ならっていう感じですかね。それでこれが堀切港ですか。もうただの漁港ですね。この一角に船乗り場があるんですね。あの人たちみんな乗るのか。意外と人多いですね。沖島はね、釣りの人が多いみたいですね。観光で行く人もいるでしょうし、もちろん島民の方もいるでしょうけれども、郵便局の方もいらっしゃいますね。これが唯一の交通手段ですからね。あれが船かな。意外としっかりしてます。今日はあいにくの雨なんですけれども、実は新しい靴を下ろしたてなんですけれども、僕いつもにニューバランスの996履いてるんですけど、今回新しくしたのはね、ゴアテックス仕様、ちょっといいやつにしました。なんで雨の日でも大丈夫でしょう。効果を発揮するのにちょうどいい日ですね。さあ、乗船が始まりました。どんな感じなのかな。乗船して目の前のところ並んでるんですけれども、券売機でお金を払って座席に座るという感じみたいです。チケットは往復で買って片道ずつ出てきます。片道500円。これが沖島か。あっという間に見えてきました。
したよ、沖島。よし、上陸。ここが沖島か。あっという間です。はい、こんな感じでですね、意外とお客さんいます。ここが漁港らしいんですけど、絶賛工事中ですね。桜も咲いていていい風情です。のどかな港町と言いたいところなんですけど、工事がね活発に行われているんで、あんまのどかじゃないです。島内はこの三輪自転車がいっぱい使われているようです。車は全くないみたいですね。全くって工事車両は除きますけど、基本的に自動車はないらしい。で、住んでるところも結構ギュッとしてるので散策は難しくないでしょう。ここでご飯食べれるみたいです。ちょっと後で来ますけど、ツアーみたいな団体の方もいらっしゃるのかな。港の周りはもう倉庫ばっかり。それだけ漁業が盛んなんですね。いいね、港に続く道。あっちは後で行きましょう。とりあえずこっちにいろいろ集まってるみたいです。中心部みたいな感じ。これはコミュニティセンターか。柿の本のひとまろ歌が載ってます。こういう風にね、案内は結構いろいろあるんですけど、迷うことはなさそうですね。とりあえずなんかみんなあっち行ったんで、案内のない方に行ってみましょうか。一応この島狭いので、こういう風に道が三脚を使って撮影するっていうのは禁止されてます。あとは個人宅いっぱいなんでね、あんまりそういうのをまじまじと写すのも良くないでしょう。プライバシーにはしっかり配慮してくださいというふうに注意書きがあります。意外と自動販売機はね、いくつかあるみたいですね。値段は綾鷹で210円か、コーラ210円、若干高めかな、さすがに離島価格って感じですね。お酒自販機もありますけど、ちょっと僕はお酒の値段相場が分かりませんが、あとアサヒスーパードライ270円、氷結190円って感じです。どうですか。看板ありました。桟橋、それから神社あります。こっちって書いてるんですけど、この狭さを行くのか。あ、そうか、すごいな。郵便局には風景印あるみたいですね。とりあえず神社行ってみますか。にしてもすごい細道やな。漁師町って感じですね。これが神社です。こういう文字を書きます。ちょっと高台になってるんで見晴らしがいいです。沖島がこんな感じです。結構細長い島ですけど、集落はもうこの漁港の周りぐらいしかありません。そもそも平地がこの辺りしかないですね。向かい側の山と、それからこの後ろの山、この間にある平地に人が集まって住んでいるという感じですね。そして向かい側、対岸に見えているのが先ほどまでいた近江八幡の方です。結構はっきり見えますね。あの辺りから船で10分でこっちに来れてしまいますし、こっちから10分であっちに行けてしまいます。ここの神社は沖津島神社と読むそうです。結構しっかり立派な建物です。すごいな。もう屋根だけであれがお寺だと分かりますね。後で行ってみましょうか。じゃあ絶景という桟橋行ってみますか。さっき見てたお寺ですね。西福寺。由緒書きがあります。近江源氏の落ち武者の一人の末裔がやったとかなんとかですね。
順路が決まっているので、それは守りましょう。島内には民宿とかお宿もいくつかあるので、宿泊することもできそうです。ここは素晴らしいな。細道を抜けて琵琶湖が見え、桜が咲き、桟橋があると。映画のロケ地みたいですね。すごい景色だ。カフェもあります。コーヒー500円。ここは沖島浄化センター。それはね、浄化しないとね。で、今島の西側から北に向かって歩いてるんですけれども、この先千円畑という名前のところがあるんですけれども、何があるのかなと思ってね、行ってみようと思うんですけど、みんな引き返していってます。見に行った人もいるでしょうけど、途中でやめた人もいるみたいです。意外と遠いです。横には琵琶湖の波の音を聞き、咲いている桜を見ながら散歩コースとして考えれば大したことはないです。こういう風に畑もあっていろいろ栽培されているみたいです。なんだこりゃ。モンスターの缶が刺さってますね。どうやらこの辺がその千円畑という Google マップのポイントなんですけれども、特に何があるってわけじゃなさそうですね。個人の方の畑が並んでいます。振り返った景色がいいね。奥まで続く桜並木と沖島の景色。多分さっきからすれ違う人みんなね、 Google マップ見てここまで来るんですけど、何もなかったって言って戻ってるんじゃないでしょうかね。確かに何もなかったですけれども、沖島散策という意味ではね、上まで来れたのは良かったです。じゃあ僕も引き返しますか。それにしてもね、ニューバランスゴアテックスいいですね。さっきはちょっと雨強まってましたけれども、今のところ全然濡れずにというか染み込んでる感覚がなくて、ゴアテックスの効果発揮ですね。いい買い物したな。じゃあちょっと雨も止んできたので、ここで琵琶湖、この沖島基本情報をちょっとジェミニにまとめてもらいましたんでご紹介します。人口は約200人から250人ぐらい。島の大きさは周囲が約 6.8 キロ、面積は 0.68 平方キロメートル、甲子園が18個分ぐらいだそうです。歴史としては先ほどのお寺でも書いていたように、源氏の落ち武者7人が島に逃げ延びて切り開いたのが始まり、島の方の8割が漁業に従事されていて、何が取れるのかというと、スジエビ、ゴリ、アユ、フナ、ワカサギだそうです。そして上陸した時にも見ました三輪自転車ね。島内に車は全くないらしいです。観光としての見どころは、先ほどの細い路地、密集したノスタルジックな街並み、そしてこの後食べに行きますお昼ご飯グルメね。ここ海じゃなくて湖なんで、湖の魚を使った料理が食べられると。都がおるね。かつては猫もたくさんいたらしいんですが、今はあんまりいなくなってるようです。ちなみに山の上に広場かな、展望台みたいなのもあるんですが、山にはね、イノシシ注意って書いてあったんですよ。ちょっと怖いので山の中までは入らなくていいかなと思ってるんですが、言うてる間に民宿の路地に帰ってきました。こういうね、登山道もあるんですね。
先に島の反対側行ってみましょうか。帰ってきてご飯でちょうどいいかな。静かでのどかでいい場所ですね。落島展望台、旧小学校跡地すぐそこって書いてますけど、まあ行ってみますか。すぐそこなら行ってみようね。まあすぐそこっていうのは入り口だけでね、階段は結構ちゃんと息が上がるぐらいありますね。ここに昔小学校があったんだね。もうちょっと登っただけでも綺麗や。登りました。確かにすぐそこです。琵琶湖国定公園沖島展望台です。ここから飛び降りられる学校もね、左手で持ってきた。もう偉いわ。こののり面の石は全部落島さんだそうです。せっかくなんで違う階段から降りましょう。そういう人間です僕は。違う道から行けば違う景色が見られるんですよ。港が見えます。いいじゃないですかここね。桜も綺麗です。1.2 キロ先で弁財天があるみたいなんですけど、どうしようかな。先にご飯食べようかな。午後に行くところも残しておかないとね。軽く島を見て回ったところ、スーパーみたいな売店みたいなところがないんでね、ご飯とかどうしてんのかな。自給自足でできることはやってるんでしょうか。船でね対岸に買いに行くっていうのもできると思うんで、最悪それでもやってるとは思うんですけれども、基本的には自分で作ってとか自分で漁に出てっていう感じなのかな。天ぷらは今から仕込むから時間かかりますとかね、エビは不良でエビ豆があんまないとかね、よそ者コロッケ名物ですけど今から作るんで揚げるまで時間かかりますとかね、ツッコミどころ満載なんですけども、島時間っていう感じですかね。気長に行きましょう。意外とメニューが難しくてね、沖島満喫セットみたいなのがないんでバラ売りいっぱいなんで難しいんですよね。沖弁ってのが一応あるんですけど、要予約みたいな感じで、僕はとりあえず天ぷら定食とよそ者コロッケ注文しました。天ぷらは天ぷらでね、地元の魚と野菜だそうなんで、天ぷら定食が1300、よそ者コロッケこれブラックバスだそうですけど、これが6個入って400円。カップに時刻表が書いてる。どんな味なのかな。でよそ者コロッケね、全然癖がなくて美味しいですね。なんか副菜もね魚いっぱいなんでいいですね。かき揚げにも魚入ってるわ。いただきます。面白くないですけどベジファーストで魚の天ぷらいただきましょう。これどうなってる？コロッケ。なんか休暇村の団体の方がいっぱいいたみたいで帰られて静かになりました。それにしてもね、このよそ者コロッケの優しい甘さのある味がね癖になりますね。この優しい甘さは多分おからと牛乳、玉ねぎ、卵とか入ってるからかな。結構なんか具材が面白いですね。白ワインも入ってます。バターとか。いや、なんか癖になる味ですこれ。美味しい。
この雰囲気で食事ですからね。ごちそうさまでした。漁港のすぐ横には公衆トイレがあります。自動水洗便所でした。結構綺麗です。離島にしてはね。ご飯もいただいて、今12時半です。先ほど行かなかった弁財天の島の奥の方まで行ってみましょう。ちなみに沖島一周はできないですね。道がつながっていないようです。U の字 V の字みたいな感じでぐるっと回っていくことになります。この神社まではここからだいたい20分ぐらいみたいです。もう日帰りに適した島ですね。のどかな感じでのんびり過ごせます。ここには沖島資料館ありますが、平日はね予約制だそうです。土日は空いてるみたいですね。それでさっきのご飯のね小鉢の料理とか魚の種類とかね聞きそびれてたんですけれども、ジェミニに聞いてみたところ、天ぷらの魚がワカサギか小アユじゃないかと、それから小鉢の佃煮ですね、あれがスジエビとかゴリではないでしょうかとね写真を見せると言ってるんですよ。旅行のおばちゃんたちに聞いてないので本当かは分かりませんけれども、僕もそれらのものを食べたことがないので、これはあれだっていうのも難しいんですけれど、おそらくはそういった地元の魚、琵琶湖の魚たくさん使っていただいてたんじゃないかなと思います。確かにね天ぷらの魚はねちょっと独特な味がしたんで、ワカサギも鮎も食べたことないんですけど、なんか普通の魚じゃない感はありましたね。佃煮の方はねエビではないと思うんですけど、なので、いわゆるゴリってやつなのかな。佃煮は美味しかったです。歩いていると小学校に着きました。お手洗いは小学校の中にあります。使っていいそうですね。公衆トイレ的な感じで、小学校はすごい開放的ですね。多分あれが校舎と体育館なのかな。でグラウンドって感じでしょうか。でこっちには桟橋が、小さな港が続いているという感じです。弁財天はどういったらいいのかな。ここにねなんか貼ってくれてたみたいなんですけど、剥がれちゃっててねわからんね。とりあえず舗装路のある方に行きますか。それだと間違いないでしょう。なんか小学校も普通に入れちゃうのが怖いな。どう行ったらいいんだ。さすがに小学校の中まで移すのは良くないと思うんで、この辺にしときますけど、道がわからない。突っ切っていいのかな、この広場は。謎多き島ですよ。こっちの道があるっていうことはこっちも続いてるんじゃないかな。今はさすがに春休みかな。小学校は静かです。電気もねほとんどついてないんで、職員の方だけかな。今横に建物があって映しませんけど、小学校と幼稚園が併設されてるようです。建物の外観ならいいかな。こんな感じでね結構立派な建物なんですよ。小学校ちょっとかっこいいですよね。木造な感じで。で小学校の目の前がこの広場と漁港と湖、なんて素晴らしい。弁財天はあと 900m、 小山けんけん山っていうのにはこっちから行くみたいです。ちょっとね晴れてたら行ってもいいかなと思ったんですけど、雨なんでね、雨の山はちょっと素人が行くべきじゃないかな。たとえこの離島とは言ってもね、あとイノシシ怖いんでね、こういうちょっと不気味な、通っていいか不安になる道ばっかりなんですけど、何も出てこないでほしいです。それだけを願って。いや大丈夫だ、反対から人が歩いてくる。
これだけでも結構安心します。道が細すぎるんよな。それがね怖いんですよ。微妙に舗装されてるようでされてないような感じとかね。うっそうとしてきてね、いよいよやばいぞ。ちょっと怖くなってきたな。振り返った景色は綺麗だったんですけど、いやーすごい道だ。正直ね引き返したいですけど、せっかくここまで来たんで行きますけどね。いやー怖いなこれは。でさっきからねなんかこれより先は山側にね行かないでください、ワイヤートラップが仕掛けられてますみたいなね、おぞましい看板が至る所にあるんで、あれなんだこれは。なんか看板があります。ふれあい水泳場か。あ、ビーチ。おおすごいすごい。あ、ビーチだ。琵琶湖はね海じゃないんで海水浴じゃないんですけど、ここにもあったか。水泳場っていう名前でプライベートビーチ的なものが。あ、これは結構すごいな。晴れてりゃ結構綺麗なんじゃないですかね。波も穏やかで、曇りでもこの透明度です。もっとも海水じゃないんですけど、十分海、今まで歩いてきた景色、白い屋根が小学校のあたりですね。思わぬ発見もあって心浮かれた束の間。もうとんでもない道。何が嫌ってやっぱね天気が悪いんでね、それがより怖くさせてる感はありますけど、もう少しです。たまにこうやって舗装してくれてるんで、ここはほんまにやばいんでしょうね。そういうところはしっかり作っていただいてるのでなんとか歩けてますが、いやー凄まじいとこですね落島は。さっきからねこの崖沿いにいる水鳥、あっこにも今いるんですけど、あれ何かな、カイツブリかな。琵琶湖なんでちょっと分かんないですけど、突然飛び出すんでもう怖くてバシャバシャバシャンっていくんでね、とか言ってると鳥居が見えてきました。頑張れ頑張れ、もう少しだ。何か住み着いてるんじゃないかというような、今も使ってるのかっていうようなね廃墟みたいな小屋がたくさんあって、ちょっと不気味ですけど、ようやくたどり着いたかな。行きしの船でもね見えてましたけど、ここなんか箱根にもこういうのありますけどね。これが弁財天厳島神社です。やっぱり厳島神社っていうと航海の安全、そういうところなのでここにもあるのは納得なんですが、これ登んのか。マジか。行きますか。あ、由緒経見ときましょうか。ちょっと読みにくいですが、もともと天台宗の寺院があったようです。昔から景勝地だったみたいですね。鐘楼の跡が残っていたところに人々の再建したいという願いを組んで、彦根藩士が山の形が弁天像に良いとして京都の仏像に彫刻させた天女像を新設して安置したというふうに書いてます。登りますか。参ります。結構急でねくねくねした階段なんですけど、階段自体は新しそうですね。比較的しっかり整備されているので登りやすいですが、今日は雨なんでちょっと落ち葉だけ気をつけてね。結構右左うねうねしてます。でもそうでもしないともうこの急な崖を登るスペースなんか取れないということでしょうね。これならさっきのけんけん山登るのと同じ感じがするけど、登りました。お社自体は
こじんまりとした感じです。おー、すごいですね。景色はいいわ。先ほどの鳥居と琵琶湖、対岸の近江八幡の陸地が見えます。こういうのはね、下りが一番怖いんで慎重に行かないとね。こういうとことか普通に踏んだらね、わかります？足ぴったりすぎてね、これ恐れをもう無理でしょ。ここなんかほらはみ出すんですよ。なんでいつもねこうやって横向きにね足をしっかり段に収めながら降りてます。そうでもしないとね絶対にどっかで踏み外して終わるんでね。ほんなら引き返しますか。いやまたあの道戻んのか。無事に小学校のあたりまで戻ってきました。このまま漁港方面に戻ります。今1時ぐらいなんで帰りの船1時間後ぐらいですね。今ですね、その奥の道からこっちに出てきたんですけれども、ちょっとね道の中はもう屋根と屋根がぶつかりそうなぐらい狭い道幅で、もう民家と民家のオンパレードというかね、さすがに撮影できないなという感じだったので、静かに見学しながら通り抜けさせていただくだけにいたしました。そうでもしないとね、もう個人のものが映りまくるんでね、風景として言い訳がつかないような狭さでした。今からどうするかなんですけど、船までちょっと時間があるので、最初スルーしました郵便局で風景印をね押して実家に送ろうと思います。風景印出したらこういう説明書きまでいただきました。実家にね沖島来たよみたいなこと書いて送りました。帰りの船まであと30分ぐらいです。ちょうどいいかな。ここでのんびりして船に乗って帰るという感じですね。意外とサクッと巡れたんで最終便まで粘らないで済みそうです。地域おこし協力隊の卒業展やってるみたいですね。撮影はしないでおこうかな。この上でやってるようです。ちょっと見てきます。今ね飲みの市と一緒にやってた写真展見てきたんですけれども、この倉庫は昔はもう海だったみたいで船だまりになってたみたいです。航空写真で見たらね明らかに埋め立てっぽいなっていうのは分かるんですけれども、実際の写真も載ってまして、木製の和船がたくさんひしめき合ってたようです。でも結構街の姿はね残ってるまんま、木造から変わったぐらいですね。あっちの方までは行ってなかったかな。神社までしか行ってなかったですね。時間あるかな。まだね20分ぐらいあるんで行ってみるか。あっちにもなんか民宿があるみたいなんですよね。この道幅の広さは他のとこと比べると違和感がありますからね。昔はこのカーブしてるところが海岸線だったのかもしれないです。水鳥たちがたくさんいますね。沖島の周り、島から見ると対岸も島に見えます。これがやっぱり琵琶湖の特徴じゃないかな。ちょっと時間が微妙に怪しくなってきたんで端っこまで行けるかな。ここまで来たらね行けるとこまで行ったっていうのを全方位でやりたいんですけど、これが民宿ですね。行き止まりですが多分要予約だからでしょう。民宿古城荘かな。ここが行ける最短。よし、じゃあ戻ります。行けるとこまでは行きました。あとは微妙に船に乗り遅れると一番めんどくさいんで、乗るなら乗っちゃいたい。
バスとの接続の関係で今から乗ろうとしてる2時発の船逃すと次4時何分だったかのやつまで待たないといけなくなります。沖島の畑は動物対策だと思うんですけど、近づいたらなんか音が鳴るようになってて、それ人感センサーなんで人間でも反応するんで、ちょっとびっくりすることはあります。サイレンとかなんかチャイムの音とかドラの音とかね、なんかいろいろ鳴るように設定されてるみたいです。15分前ぐらいには戻ってこれましたんで、乗り遅れることはないでしょう。ちなみにここには飛び出し坊やがいますけど、この島には車が通らないからなのか、飛び出し坊やはここ以外には民宿ここあそこだけでしたね。おすすめスポットは大概行けたんじゃないかな。西福寺行きました。奥津島神社も行って、岩松寺は見逃してるかもしれないですね。ちょっと奥の方にあったのかな。郵便局行って万葉歌碑も行って小学校も行って弁財天も行って路地も通って千円畑の由来が書いてましたわ。一区画1000円で買った3メートル四方の畑、そういうことなんですね。民宿ここの飛び出し坊やかと思ったら飛び出しガールでしたね。よく見たらマジか。ちなみにさっき最後に言った民宿は1泊2食付きで大人4名から承りということで、ちょっとハードル高めですね。団体旅行じゃないといけないですね。で僕は最初に見てたんですけども、人が多くて紹介してませんでした。沖島からのお願いっていうのがあります。来られる方はこれちゃんと守っていただいて楽しんでいただきたいと思います。路地は静かにとか、ゴミは持ち帰ってとか、歩きタバコやめてくださいとか、当たり前のことばっかりなんで、当たり前に生活できる皆さんだったら大丈夫だと思います。中にはできない人もいるんでね、書いてると思うんですが、この辺の石碑見てなかったですね。何が書いてるのかな。でも説明書きとか特にないんで読めなかったら終わりなんですけど、読めないかな。今ジェミニに読ませましたら、頼り沖碑と読むそうです。昔は郵便局がなかったんで船頭さんに手紙を託していた、それがルーツになっているそうです。この近くには丸型ポストが設置されている。ほんまか？ちょっと見た感じないんですけど、そもそも頼り沖碑と読むのかどうかもジェミニ次第なんですけど、というかそういうことやってる間にですね、船の時間です。出港10分前になったんで、そろそろ乗っときたいところですね。じゃあ沖島ともおさらばです。あいにくの雨でしたけれども意外と楽しかったですね。お魚も食べれたし島も巡れました。じゃあまたこの通船で帰りましょうか。気軽に来れるのがいいですね。ありがとうございました。沖島、さようなら。堀切港に戻ってきました。意外とね、これから乗るお客さんもいらっしゃいますね。これからはね、近江八幡駅まで戻ろうと思うと行きしのバスはね4時まで来ないんですよ。
なので市民バスにお邪魔させていただいて帰ることにしましょう。これですね、赤コンバス。赤コンっていうのはこんにゃくです。赤いこんにゃくが名物なので、それからもじってるんでしょう。これで乗ると駅まで連れて行っていただけます。思ったより大きいやつで良かったですね。1回200円です。じゃあ近江八幡駅から京都に帰りましょう。ちょうどね新快速が来たんでタイミング良かったですね。ということで京都駅に戻ってきました。ここどこやねんって分かる人には分かると思うんですけど、京都駅の大階段です。朝と反対側ですね。朝はちょうど向かい側のあっちにいたんですけれども、ということで今回はね琵琶湖沖島日本唯一の湖に浮かぶ有人島に行ってみましたけれども、日帰りでも十分楽しめますので、ちょっと時間ある方は行ってみてはいかがでしょうか。意外と面白いところです。湖の魚も食べれますからね、結構貴重だと思います。じゃあ今回はこの辺でありがとうございました。